はいどうもチートンです。皆さんこの木が何の木か分かりますか？葉っぱはこれです。そう、イタヤカエデです。イタヤカエデと聞いていいな、俺もやりたいと思った方、あなたはもうかなりの夜食家です。昔僕がくるみの樹液を集めてシロップを作ったのを覚えている方もいると思うんですけど、今回はこのイタヤカエデでそのシロップを作りたいと思います。ということで早速ね、樹液を取り出していきましょう。まずはね、適当な高さに12ミリの穴を開けますと、はい、約5センチぐらいの深さでね、穴を開けます。果たして樹液は出てくるのか？あれ、全然出てこないな。ちょっとは湿ってるかな。染み出してくる感じではないですね。いや、ちょっと思ったんだよね。くるみとかイタヤカエデの樹液って1日の気温差が大きくて、気温が高い時にこの穴から溢れ出してくるようになるんですけど、ここね、1日日陰なのと北側の斜面なんで、あまり温度差がないんですよね。しかも今ね、夕方の4時で気温が下がり始めた時なんで、ちょっとね、条件としては悪いんですよね。気温がぐっと上がった時にね、樹液が溢れ出してくる可能性があるので、セッティングだけして待ってみようと思います。そしたらこのスパイルという樹液を取るジグをここに差し込みます。トンカチ忘れた。グリグリグリっと差し込んで抜けなければ OK。 スパイルが完全に刺さりました。そしたらタンクをセットして、ここにね、ホースを差し込んでタンクに注ぎ込むようにします。暖かい日に来て樹液が出てくるかどうか確認してみたいと思います。今帰ろうと思ったらもう1本イタヤカエデの木がありました。これにもとりあえずセッティングしておきましょう。こういうのはね、仕掛けたもん勝ちなんでやっておきます。ちなみにこういったね、穴を開ける作業とかは必ず所有者の許可だったり、やってもいい場所で行うようにしてください。それでは12ミリの穴を適当な高さに、そしてスパイルを打ち込みます。次来るときはトンカチ持ってこよう。ちょっと忘れちゃった。そしてタンクに入るようにホースを取り付けます。完璧だね。これもね、多分すぐに出てこないんで、暖かくなる日を待ちたいと思います。ちょっと樹液出てるっていうか、漏れちゃってんのかな。こっちは全く入ってないし、ホースも濡れてないですね。全く出てない。トンカチで押さえなかったから樹液がね、ここから漏れてしまってます。しっかりトンカチで叩いておきましょう。しっかり入りました。これならここから漏れることなくしっかり樹液が出てくると思います。見て、もうすでに樹液がここから垂れ始めています。いい香り。イタヤカエデの木のいい香りとほんのりと甘みを感じます。がぜん楽しみになってきた。ちゃんと出そうですね。そしたらもう一個の方も見ていきましょう。こっちはどうかな。ちょっと湿ってる。出てる。イタヤカエデの樹液出てます。神の一滴いただきます。いい香り。ほんのりとね、甘みを感じます。うまい。いや、香りがいいな。これもね、しっかり叩かないと漏れちゃいそうなんで、トンカチでやっぱり叩かないとダメですね。すごい。昨日は全く出てなかったのに、今日はね、テキテキと樹液が溢れ出してきています。どうしてこんなに今日は樹液が垂れるかというと、春先の開花と繁殖のために栄養がパンパンになっているということではどうもなさそうです。夜の寒さで幹の中のガスが収縮したり、樹液に溶け込むことで導管内部が不圧になって根から水分を吸い上げます。そして昼になって温まってくるとガスが膨張して、さらにね、樹液内のガスが放出されるので導管が陽圧になってパンパンになります。この時に幹に穴が開いていると、そこから樹液が溢れ出すっていうことです。パンパンになった幹に穴が開いていると、そこから樹液が押し出されるってことですね。ちなみにね、前回の動画でこんなことを言ったのを覚えてますでしょうか？この林だったら色々とやりたいことが出てきそうですね。この林買っちゃおうかな。ということで、この山林を買っちゃいました。前回の動画のコメントで、山林を買えるなんてお金持ちっていうコメントがあったんですけど、そんなことは全くありません。こういう山林って実は所有者からすると負債なんです。使い道がないくせにある程度整理しておかないといけないし、固定資産税だけは取られるし、場合によってはね、相続によって取得したけど住んでいた県とは別の県にあるとかっていうのがザラにあります。この山林もね、そういった土地で破格の値段で購入させていただきました。つまるところ、僕がね、負債を抱えてしまいました。後継ぎごめんと言いたいところなんですけど、ご安心ください。この山林にトリュフを生やして付加価値をつけたいと思っています。その後ね、僕が管理してもいいし、誰かに売却してもいいし、一応ね、どうにでもなるようにしておきたいなとは思ってます。ということで、この山林でいろいろ遊んでいこうと思っているので、チャンネル登録がまだっていう方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。あとチートン動植機も好評発売中なんで、興味のある方は概要欄をチェックしてみてください。あれ、ちょっとは溜まってるけど全然だね。ちょっと傷んでる感じするな。量があまり出なかったんで結構時間を置いちゃったんですけど、暖かい日もあったから若干傷んでますね。それとそもそも量が全然出てないんで、ちょっと厳しいかもな。
あ、でも垂れてる。今この瞬間ちゃんと垂れてる。ちょっとは出てるんだけどな。ダメだ、全然出てない。量が少ない。悩むな。諦めるか、もうちょっと粘ってみましょう。今穴の深さを見たら3センチぐらいしかなかったんで、もうちょっと深くしてみます。やっぱり出てこないですね。樹液が出る木だったらもうこの時点でポタポタ出てくるんでダメだ。こっちが木の北側なんで、反対側が南側なんですよ。でこっち側の方がもしかしたら樹液の流れがいい可能性があるんで、裏側からちょっと穴を開けてみましょう。あ、北側よりは出てる感じするね。どうなんだ、でも少ないな。ちょっとこれだと本当にどれくらい出てるのか分かりにくいんで、スパイル打ってみましょう。さあ果たしてこれで出てくるか。ダメだね。スパイルを打って1分経ってもまだ出てきません。残念。やっぱここね、北向きの斜面で結構日陰なんですよね。だから1日の寒暖差が少なくってあまり出てこないのかもしれません。そして今もう1個の板谷街道の木に来たんですけど、こっちもねほとんど出てなかったんでダメでした。出てはいるんだけどね、あまりにも少ないから溜まるまでの間にタンクの中に溜まった樹液が腐ってしまいます。この木も試しに南側に穴を開けてみましょう。お、濡れてんじゃん。いやー、この量だとやっぱりいっぱい溜まるまでには腐っちゃいますね。多分このまま続けても二の舞だな。残念。ちょっとね諦めましょう。もう今シロップの口なんで、どうしてもシロップを食べたいです。なんでね、今回板谷楓は諦めて鬼ぐるみ取りに行きましょう。ちなみにね、今こうやって穴を開けてあるんですけど、これこのまま放置していいのかって思う人たくさんいると思います。結論大丈夫です。変に詰め物をして穴を塞ぐよりも、自然治癒で自分の組織でねしっかり塞いでもらう方が間違いなく健全に修復されます。あえてねこれこのまま放置します。そして今から鬼ぐるみに行くんですけど、昔樹液を取った鬼ぐるみの木に行きます。そこの木もこうやって穴を開けて放置した場所なんですけど、その穴が今どうなってるかを皆さんにねお見せしたいと思うので行ってみましょう。以前樹液を取った鬼ぐるみの木にやってきました。これですね。これが僕が何年か前に樹液を取った時の穴の跡です。詰め物を全くしていなかったんですけど、しっかりね穴が塞がっています。これね、穴を放置して数年で塞がったわけではなくて、半年でもう半分ぐらい穴が塞がってて、1年後にはねこの状態になっていました。木の修復力っていうのはなかなかバカになりません。しっかり穴が塞がっています。もう数年経ってるんで、またねこの木から樹液を取りたいと思います。それではまたいただきます。お、もう早速溢れてる。早っ。これさすが鬼ぐるみの木、これですよ。あっという間に出てきた。こんだけ出てくれればね、あっという間にたまると思います。ほら出てきた。こんなにたっぷり出る。最初はね木くずが混じっててちょっと茶色かったんで、最初の数滴は捨ててしまいましょう。いやー、これだよ。やっと取れる。ここにホースをつなげて、ホースからもねちゃんと滴っています。これをタンクに入れて中1日ぐらい置いて見に行きましょう。楽しみ。よっしょよいしょ。もうさ、くるみからあんだけ樹液が出るならさ、くるみを植えちゃいましょう。僕が買った山林に戻ってきました。板谷楓の木は植わってたんですけど、なかなか樹液が出なかったんで、試しにねくるみを植えてみたいと思います。今樹液を取ってるくるみは鬼ぐるみなんですけど、これはね姫ぐるみです。くるみの殻がハート型のやつ。うちの子供たちがね鬼ぐるみより姫ぐるみが好きだっていうんで、姫ぐるみを植えていきたいと思います。ちなみにこの場所見ての通り竹がいっぱい生えてます。こんなところにくるみを植えてちゃんと育つのかって思う人いると思うんですけど、竹の根っこが深さ60センチぐらいにしか入らないのに対して、くるみはね2メーター近く根っこを深く張るんで大丈夫だと思います。多分ね、まあこんな感じでいいかな。そしたら掘った穴の底に水をまきます。こうすることで根っこがね水を求めて深く入っていきます。そして鉢から姫ぐるみを抜きます。まあなんとかなるかな。掘った土を元に戻します。うわー、竹の根っこがすごい。負けないで育ってほしいな。軽くゆすってね、しっかり根っこと根っこの間に土が入るようにします。お水をしっかりまいておきましょう。オッケー。そして乾燥防止に落ち葉をしっかりと敷き詰めておきましょう。何年後になるかは分かりませんが、この姫ぐるみからねいつか樹液を取って姫ぐるみシロップを作りたいと思います。その様子を見たい方はぜひねチャンネル登録をしてお待ちください。お、ちょっと溜まってるね。あんまり多くないけど。
おー、いい感じ。せっかくちょっと溜まったんで味見してみましょう。おっと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 、うわー、すごい。これがこのオニグルミの木から取れた樹液です。いただきます。やっぱりちょこっとくるみの木のいい香りがしてほのかに甘いです。しっかりほのかに甘い。これを40分の1ぐらいまで煮詰めればウォールナットシロップができるっていうわけです。いやー、楽しみ。うまいなこれ。もし1リットルの樹液が取れたとすると40分の1なので 25cc のウォールナットシロップができることになります。まあそれでもいいんだけどね、もうちょっと食べたいな。一旦これを回収してもう少し時間を置きたいと思います。お、古樹系が鳴いてる。もうね、狩猟期間終わっちゃったんですけど、古樹系もね、美味しい狩猟鳥獣の一つです。いつか取ってみたいね。なんかいつもよりも濃い気がする。前に飲んだ時よりも甘いなって感じしたんですけど、今回の樹液濃いな。前回の動画では今より1ヶ月くらい早く樹液を採取したんで、時期による違いですね。時期が遅くなるほど色や風味が濃くなるとされています。採取時期によって色が変わって等級がつけられるんですけど、色が薄いものをゴールデン、濃くなるにつれてアンバー、ダーク、ベリーダークとなってコクが増していきます。それでいうとね、今回のはダークくらいになると思います。出来上がりの色合いが楽しみですね。ただまだ1リットルしかないんで、もう1回仕掛けてね、また来たいと思います。お、今日はめちゃくちゃ溜まってる。ちょっと雨が降って気温も上がったから樹液をかなり吸い上げたんですね。そしたら早速これを持ち帰って煮詰めてシロップにしてパンケーキに塗って食べようと思うんですけど、せっかくならね、パンケーキにはくるみを入れましょう。ということでね、ちょっとくるみ拾いしましょう。周りの実の部分を剥いて種だけを持って帰りましょう。たくさんくるみを入れてくるみゴロゴロのパンケーキにしましょう。あれあれ、これ姫ぐるみだな。もしかしてこれ姫ぐるみの木か。あ、この木姫ぐるみだ。こうやって平べったくてゴツゴツしてないこの感じ、まさに姫ぐるみです。これ姫ぐるみの樹液取れたんだ。じゃああの山林に植えた姫ぐるみもこんな感じで樹液を出してくれるかもしれませんね。まあとはいえあそこちょっと日陰なんで樹液が出にくい立地になってしまうかもしれないんですけど、それでもね、くるみが大木になれば少しは樹液を出してくれると思うので、それに期待しましょう。うわー、最高。姫ぐるみもたっぷり拾いました。そしたらね、早速これを持ち帰ってウォールナットシロップ作っていきましょう。帰宅。くるみの樹液を持ち帰ってきました。右の2本が最初に取ったくるみの樹液で、左4本が今日持って帰ってきたくるみの樹液です。色の濃さが違いますね。右2本はずっと雨が降ってなかった時のくるみの樹液で、左4本が久しぶりに長い雨が降った後の樹液です。もう全然色の濃さが違いますね。まあいずれにしても全部まとめてシロップにしていくんですけど、出来上がりが楽しみです。ということでまずは樹液をろ過していきます。先に持ち帰ってきた2本はもうろ過してあるので、左の4本をろ過していきます。これコーヒーフィルターでやると一瞬で目詰まりしちゃうので、キッチンペーパーとか手ぬぐいでやってください。結構大きいゴミが入ってますね。時々こういった不純物があるので必ずね、ろ過をしましょう。そして3本目。あ、キッチンペーパーでもちょっと目詰まりしてますね。まずはね、これだけ煮詰めていきましょう。ファイヤー。それでは早速煮詰めていきましょう。全部の樹液が入る鍋を使わないのかって思う方がいると思うんですけど、あんまり大きい鍋を使うと今回量が少ないので、大きい鍋の鍋底に薄くシロップが広がってしまって焦げついたりしてしまう可能性があるので、あんまり量が取れなかった時はできるだけ小さい鍋を使って繰り返しね、注いでいって煮詰めていく方が綺麗なシロップを作ることができます。なんでね、今回はこの小さな片手鍋でゆっくりと煮詰めていこうと思います。そしてその間にくるみを洗って、普段皆さんが食べているジンの部分を取り出していきましょう。周りが朽ちてしっかり剥がれているので軽く洗えば大丈夫です。まあこんなもんでいいでしょう。そしたら早速ね、くるみをいっていきましょう。こういう入り網に入れて細かくゆすってくるみを炙っていきます。お、しっかり割れてる。そして香ばしいいい匂いがしています。ちょっと冷めるのを待って中を取り出していきましょう。その間に樹液の糖度を見ていきましょう。先日取ってきた色の濃い樹液ね、こいつの糖度を見ていきましょう。光の屈折率を利用して液体の糖度を見ることができます。そっと蓋をしてここを覗いてみます。約1度ですね。
メープルシロップの糖度は 66% 以上とされているので、ここから糖度を約66倍まで上げないといけません。かなり煮詰めないといけないことが分かります。根気よく煮詰めていきましょう。ちなみに今日取ってきた樹液は糖度がいくつあるのか見ていきましょう。今日のやつの方が色が薄いから糖度が低いのかなって思うんですけど、果たしてどうなのか見ていきましょう。同じく約1度ですね。糖度自体はそんな変わらないようです。甘みが変わるというよりは色がついたことでコクが変わるっていう感じなんですかね。面白いです。そしたらそろそろくるみが冷めてきた頃合いだと思うので、殻を割って中身を取り出していきましょう。いることによってこんな感じで小さな隙間が空くので、ここにねナイフを入れてこじ開けることで中身を取り出すことができます。ちなみにこれはヒメグルミ、この形が特徴です。ちょっと平べったくってゴツゴツしていないのが特徴です。鬼ぐるみに比べるとやや取り出しやすいです。うちの子供たちはねこれが大好きです。うまそうだな。いただきます。ナッツの香りとほのかな甘み、めちゃくちゃうまいです。そしてこれが鬼ぐるみ。ヒメぐるみに比べるとやや丸くてゴツゴツしています。それとちょっと大きいですね。隙間にナイフを入れてこじ開ける。うわ、これは傷んでる。ダメだ。自然のものはねこういうことがつきものです。構わずどんどん開けていきましょう。これは大丈夫。ダメか。傷み始めてますね。これはやめておきましょう。果たして食べられるものがどれだけ取れるのかちょっと不安になってきました。これは大丈夫。小ぶりですが美味しいくるみです。鬼ぐるみ綺麗。これは完璧。くるみのね取り出しやすさっていうのは木によって結構ばらつきがあるので、もしね取り出しやすい鬼ぐるみを見つけたらその木は取り出しやすいくるみなので覚えておくといいと思います。うわ、割れちゃった。割れちゃったけどどっちにしろね砕いてパンケーキに入れるので割れても大丈夫です。めちゃくちゃ立派。これで全部のくるみを剥き終わりました。まあまあな量取れましたね。シロップが出来上がったらこれをパンケーキに練り混ぜて食べていこうと思います。そして樹液の方もねだいぶ煮詰まっています。アクはね時々こうやって取りながら煮詰めていきましょう。ろ過済みの樹液を入れていきます。だいぶ煮詰まってきました。ほのかにね甘い香りがし始めています。ちょっと味見をしてみましょう。いただきます。ちゃんと甘くなってます。いやこれは美味しいぞ。香りもすごくいいです。ちなみに今糖度が何%になったのか見ていきましょう。約 17%。まだまだ煮詰めなきゃいけないんだ。これを約半分まで煮詰めても 34% なので、一体何 cc できるのか。まだまだ煮詰めてもっと濃くしていきましょう。絶対に焦がさないように気をつけます。今超ごく弱火で少しずつね煮詰めていっています。もうでもねだいぶ限界かも。薄く伸びたところはねどんどん乾いちゃってうまく煮詰めることができてるかよくわかんない状況ですね。もうだいぶとろみもついたんでそろそろおしまいにしてもいいかな。糖度を測ってみましょう。完全に振り切ってますね。少なくとも35度以上はあると思うんですけど、結構煮詰めたんでねもうこの辺で終わりにしましょう。メープルシロップの規格にある 66% にはいってないと思うんですけど、今回はね取れた量が少ないしもうここまで煮詰まったんでおしまいにしましょう。それでは貴重なウォルナットシロップをコップに入れていきましょう。とろっとろですね。食べるのが楽しみすぎる。ということでヒメグルミのウォルナットシロップが完成しました。いやーめちゃくちゃ綺麗。色合い的にはやっぱりダークっていう感じでしょうか。結構ね色が濃くてコクがありそうな色をしています。もう夜になってしまったんで明日の朝これをじっくり楽しみたいと思います。
大地の恵みに感謝していただきます。それでは早速いただきます。うわうまそう。めちゃくちゃうまい。ウォールナットシロップがめちゃくちゃ甘くなってます。いや最高にうまい。香りもかなりナッツ風味があってすごく美味しいです。そして今パンケーキを食べた時にガリッとねくるみを噛んだんですけど、めちゃくちゃくるみの香りがして、ウォールナットシロップとくるみのハーモニーが最高すぎます。めちゃくちゃうまい。これ最高。鼻から抜けてくるウォールナットシロップの豊かな香り。ちょっとだけ渋みがあるね。今回ね前回のウォールナットシロップよりも1ヶ月くらい採取時期が遅かったんですけど、樹液の色が濃かったようにやっぱりちょっと渋みを感じますね。くるみはね採取時期が遅くなるほどフェノールやタンニン類の成分が濃くなっていくそうです。それによってねこの色も増してきてるんだと思うんですけど、ちょっとだけ渋みを感じますね。でもねほとんど気にならないくらい美味しいです。そしてコーヒーにもねウォールナットシロップ入れちゃいましょう。うわー贅沢。いただきます。美味しい。コーヒーの香りに紛れてくるみのナッツ感がしっかりと、本当にしっかりと鼻から抜けてきます。これフレーバーコーヒーとしてはかなり最上級かも。めちゃくちゃうまい。この鼻から抜けてくる香りがとんでもなくいい。ほのかに甘くて、そしてねナッツの香り、コーヒーと混じると本当にゴージャスな香りになりますね。そしてさっき言ったちょっとした渋み、コーヒーの苦みに紛れて全然わからないですね。最高すぎる。いやウォールナットシロップのダークめちゃくちゃいい味してる。お、ホットケーキのいい香りがしてきたよ。食べる？食べる。なんか入ってる？どれ？ホットケーキ。くるみ入れた。くるみか。いいね。なんかザクザクしそうじゃん。いただきます。うまい。美味しいね。美味しいっしょ？絶対ここくるみあるよ、ほら。ほんとだ。くるみゴロゴロ入れたからね。香りもする。なんて香りだよ。ナッツみたいな香りなんだけどさ。なんていうの？なんて言ったらいいの？くるみが美味しいの。とりあえず。くるみの香りがいい。めっちゃ美味しい。で、これね、シロップ入れたコーヒー。マジこれ何枚でもいけるかも。ナッツの香りめっちゃ美味しいね。すごいさ深いんだよ。これさカフェラテにしても美味しいね。これ入れたのだから甘いの？そう、シロップだけでそれだけ甘い。カプチーノ作ってほしい。これで本当にフレーバーコーヒーとしてかなりいいよねこれ。いやかなり大成功。これあれだね、せっかくだから子供たちに持ってってあげようか。いやこれねぜひ視聴者の皆さんにも真似して食べてみてほしいです。最高。めっちゃコリコリ音がする。くるみがゴリゴリ入っててうまっ。本当に美味しいね。くるみのホットケーキ本当に美味しいね。このシロップがまたねなんとも言えない。本当メープルシロップみたい。ひとまずごちそうさまでした。ごちそうさまでした。シロップがねそんなにないんで、残りはね家で子供たちと楽しみたいと思います。ちなみにこのくるみの樹液を採取する方法は僕が書いたこのチートン動植記にも載っています。また鬼ぐるみを使ったねこういったノチーノの作り方とかいろいろね今まで僕が YouTube で食べてきた夜食に関する情報が詰まっています。概要欄にリンクを貼っていくので、もしよかったら見てみてください。今回の動画が面白かったという方はぜひ高評価ボタン、そして下の共有ボタンから友達に拡散してください。これからもどんどん面白い動画を投稿していくので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。バイバイ。